こんにちは、加藤です。今日の毎日頑張らないスケッチは、どこのご家庭にもあると思うんですけれども、こちら、起床部を書いていきたいと思います。ないか。ステッドラーの 3B と練りゴム。これでいってみたいと思います。この辺にお花を描きましょうか。花があって、つぼみがあるんですけど、こんな感じで、このつぼみ、ここまでを絵にしましょうかね。本当はもう少し下まで入れる方がいいんですけど、この頑張らないスケッチではあんまり頑張りすぎないというのがね、ポイントなので、この辺に花びらが来て、で、ここに、これよく見ると次のつぼみがもうすでに控えてるんですね。控えていて、で、ここから次の花、つぼみがちょこんと出ている。次のつぼみがちょこんと出ているけど、ここまでは描かずに、ここをメインでいきましょう。ここが中心軸になるのが、この辺からちょうど S 字のようなカーブを描いている。今 3B で描き始めたんですけど、ちょっとね、色が薄いので、4B に、ステッドラー 4B に持ち替えました。短時間の簡単なスケッチでは簡単に色がついてくれる、少ない筆圧で調子が乗ってくれる画材の方が、効率がいいので、なるべく柔らかい画材を私は好んで使います。その代わり筆圧のコントロールが難しくなるんですけど、単純にこれは慣れなので、硬い鉛筆が使いやすいという方は硬い鉛筆でも何ら問題はないと思います。はい、ここからここまでで、ここに軸の部分、よく見るとこう手前と奥とで、この花が出てくる軸の部分を葉っぱが両サイドから抱え込むようにしてガードしてるんですよね。ここすごく大事な部分なので、今のうちにちょっと形状をしっかりと捉えておきます。この部分、はい。で、いらないところをちょっと消していくと。こんな感じで。なんかね、線がね、ぎこちないんで書き直します。シュッと書きたいところがあんまりシュッと書けないときには書き直した方がいいですね。こんなカーブ、はい、こんな感じにしておきましょう。ここ最後ね、ちょっと S 字にしなる感じ。はい。で、本題に行きます。ここが、まずカバーみたいな額の部分がまず右サイド、カバーがかぶさっています。こんな感じで。そして今度は左サイド、こちら側、ちょっと花びらに隠れるんですけど、こんな風にかぶさっています。緑色の筋が、ね、ここ盛り上がっているところ、ちょうどほんとつぼみ、こういう感じのつぼみで膨らんでるんですね。はい。軸の部分、茎の部分ができました。ここから本体、花に入ります。ここから始まって、これがその付け根の部分、花本体が始まるところ。緑色が結構濃いんで、鉛筆の先を使ってちょっとね、強めに、ここだけね、描いておきます。で、ここから始まって、あやめとか、花しょうぶとか、柿つばた、その他、この手の花はだいたい同じような形をしていて、区別非常に難しいんですけど、この軸の部分の作りはだいたい同じみたいですね。模様が違ってたり生えている場所が
陸なのか水の上なのかっていう違いあるようですけど、花の形状はね比較的理屈は似ている。はい、こんな感じでしょうか。ここ一番面白いところ、中心から外へ向けてラッパのように筋がスッと伸びている。で、どうやらアヤメはこのところ、この部分に、網目模様があるのがアヤメの特徴だそうです。で、これは気菖蒲っていう気化植物なので、花菖蒲ですね。花菖蒲の黄色いやつ。気化植物なので、場合によっては結構ね嫌われているというか、あんまり増えすぎて従来の柿つばたとかを、生えてる場所をね駆逐してしまうので、公園なのかな、そういう本来生えていなかったところにいっぱい繁殖しちゃった気菖蒲は退治される対象になっているみたいです。花だけ見ると非常に綺麗で群生しているところなんかはね見応えあっていいんですけれども、そんな風に従来の植生を脅かしてるっていう話を聞くと、なんか悪者みたいな扱いになっちゃいますけど、花自体にね罪があるわけじゃなくて、いろんなところに繁殖させてしまった人の責任なんですけどね。気化植物というか外来種なんていうのは大体人の都合で持ってきたものなので、花そのものをね嫌いにならないようにしたいなと思います。はい、ここ面白いところで、手前の大きな花びらがふわっと広がってるんですね。このラッパのように中心から外へ向けて筋が広がってますけど、これがね結構この気菖蒲の特徴かなと思います。で、時間帯によってねだいぶこれ形変わるんですよ。下にこれ結構しっかりと垂れ下がっていますけど、咲き始めはもうちょっと外側にふわっと広がっていたのが、今午後の4時5時過ぎなんですけれども、だいぶね、力がなくなってきたというか、下に垂れ下がってきちゃいましたね。はい、こんな感じで、花びらのような蝶々の羽のような感じでふわっと広がっています。この可憐な感じがねうまく出せるといいんですけれども、花びらの形状がふわっとしていて綺麗ですよね。最初に引いていた当たりをつけた線、これもうそろそろ邪魔になってきたので余計なところを消していきます。はい、こんな感じで形を取りながら、なんか従来さっき引いた線と違っているなって感じた時には新たに上書きしていきます。こんな風にですね、いい線を上書きしながら、アップデート更新していきます。ここめくれているところ、一旦これね向こう側にこういう風につながるんですね。前にリボンの描き方っていう動画を上げたんですけれども、それと一緒で縁はずっとつながっていますので、こう切ってこっちへつながるんですね。ここがめくれ上がっている特徴的な部分。あと面白いのが、ここちょっと模様がありますね。ちょんちょんちょんと、なんて言うんでしょうね、ちょうど花火が開いた時のそういう感じの模様が、あやめっていうほどあやみたいになっていないですけど、ここにちょっと模様が見えます。こちら側もちょんちょんと模様が見えるので書き入れておきます。手前、中、奥、見え方がちょっとずつ変わっていくので、それに応じて中心から外へ向けて筋が広がっていく感じです。ちょうどこれもねトンボの羽みたいに、葉脈みたいになってるんですね。葉脈って葉っぱのことですけど、花びらの先端も2つに分かれていたり、ちょうどトンボの羽のように、これ綺麗ですね。今日はあんまりそこの
筋まで追求しすぎないですけれども、時間をかけてじっくり描く場合なんかはその辺まで追求したいところです。で、この2番目のつぼみのところへ今来ました。これ2番目のつぼみですが、少しね上まで覗いています。これが明日咲く花です。明日咲く花のつぼみ、そこに、かかるようにして、この内側の3枚の花弁がギュッと中心から外へ向けて力強く出てきている。これなんかトサカみたいで面白い形しています。鳥のトサカみたいにこうささくれ立つというか、上側に反り返るようにしてギュッと形状がですね、鳥の羽みたいに。そしてその間にまたなんか可愛らしい小さい花びらがあるんですね。これ3枚3枚の6枚かと思っていたら、これがそうですね。外側に小さいのが123枚、これ隠れちゃってます。で裏側、向こう側に見えなくなる、こんな感じの中心から外へ向けて一番奥側の花びら、奥側の花びら、こう来てこの辺につながる。裏側なのでちょっと斜線を入れておきましょう。これ遠くですっていう意味でちょっと暗くしておきます。さてどうでしょうか。ちょっとね全体に強弱つけますね。この中心部分少し暗く見えているので調子をつけます。あとはここも中心に向けてちょっと暗く見えている。裏側は筋が入っていてこんな感じ。全体が見えてきました。これで、あとは花びらの順番が分かる程度に描写しておきます。これ裏側ですね。ここが次のつぼみ。今頭の部分を決めましたけれども、明日咲くであろう2番目のつぼみももうちょっと描いておきましょうね。これです。これがね一旦向こう側へギュッとひねってからこっちへ戻ってくる、こういう S 字の動きをしているっていう感じで、ここはね少し隙間を空けてつぼみのサイズもちょっと小さくしておきます。こんな感じで、次めくれ上がっている2番目のつぼみの角がこんな感じでねじれるようにしてつながってくる。こんな感じで、その後ろにもうちょっとここ描きましょう。ここに茎の部分がこちら側へ反り返るようにしてこう来て、でここに小さな萼、向こう側の萼、手前側の萼、萼って言わないのかもしれないけど、このカバーですね、つぼみをガードしているカバーを描き入れておきます。こんな感じで、一番色が濃いのがこの先端部分からの付け根に向けて徐々に薄くなってくる。ここだけちょっと色つけておきましょうね。グリーンが薄いところから濃いところへかけてグラデーションになっている。こんなところにしておきましょう。さていかがだったでしょうか。今日の毎日頑張らないスケッチは起床部を描いてみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。